ねえ、本当にあの子が歌うの、マジで笑えるんだけど、舞台裏の狭い控え室、その壁越しに聞こえてくる生徒たちのひそひそ声が、和田鈴菜の鼓膜を鋭く叩いた。その瞬間、指先から氷のように冷たくなり、全身が小刻みに震え出した。今日は、彼女の人生で一番、最悪な日だった。アメリカの西海岸、サンフランシスコの郊外にある日系アメリカ人高校。その講堂で、全校生徒が見守る中、たった一人ステージに立ち、歌を歌う。数分後には、そんな、地獄、のような瞬間が彼女に訪れようとしていた。だが何よりも信じがたかったのは、それが彼女の意志で起きた出来事ではなかったということだ。ほんの数日前までは、鈴菜はごく普通の、いや、むしろ、透明人間、のような高校2年生だった。廊下ですれ違っても、誰も彼女に声をかけない。それどころか、存在すら気づかれないほどだった。でも、それでよかった。いや、そう思っていた。7年前、母、みゆきが亡くなったあの日から、人前で声を出すということは、鈴菜にとって、苦行、そのものになってしまったからだ。特に、歌、なんて、絶対に無理だった。母は、生前アメリカで活動していた日本人歌手だった。世間的な成功はつかめなかったかもしれない。でも、鈴菜にとっては世界で一番美しい声を持つ人だった。その母が亡くなってから、歌う、という行為は、彼女にとって心の奥底を裂かれるような痛みを伴うものだった。だけど、不思議なことがあった。夜、一人きりになった時だけ、彼女はイヤホンをつけ、母がよく口ずさんでいた古い歌謡曲やバラードを、ほんの小さな声で、唇を動かす程度に真似していた。それは、母と繋がっていられる唯一の時間だった。この秘密を知っていたのは、祖母、美智子だけだった。鈴菜、その声、お母さんにそっくりだね。時折そう言われると、胸がいっぱいになる。けれど同時に、涙がこぼれそうになるほど、胸が締め付けられた。そんな鈴菜が、どうしてこんな悪夢のような状況に追い込まれてしまったのか。春のタレントショーの掲示板で、自分の名前を見つけた瞬間、鈴菜はその記憶を、一生忘れることはないだろう。オープニングステージ、和田鈴菜、信じられなかった。申し込んだ覚えもないし、誰にも何も話していない。なのに、その時、背後から甘くて毒のある声が聞こえてきた。ねえ、聞いた。鈴菜ってば校長先生の推薦なんだって。超びっくり。アシュリーと彼女の取り巻きたちだった。普段から鈴菜を疎ましく思っていた。同じクラスのアメリカ人女子たち。その声を聞いた瞬間、鈴菜は全てを悟った。これは、彼女たちと校長の間で仕組まれた、完璧な、罠、だったのだ。目立たず、誰にも逆らわない、静かな日系の女の子をステージに上げ、嘲笑い、恥をかかせようとしている。なぜそんなに自分を嫌うのか、その理由はよくわからなかった。でも、もしかしたら、誰にも反抗しない、静かさ、が、彼女たちには、弱さ、に見えたのかもしれない。レディース、ジェントルマン、オープニングステージのご紹介です。遠くから司会者の声が聞こえてきた。その一声に、鈴菜の心臓が大きく脈打った。もう、時間はほとんど残されていない。その時、彼女はポケットの中の小さなものを指で探った。それは今朝、祖母がそっと入れてくれた。母、みゆきの古びたシルクのスカーフだった。お母さん、本当に私にできるの？誰にも聞こえないほど小さく、心の中でそうつぶやいたその瞬間、胸の奥から何かがこみ上げてきた。それは、怒りだった。自分をここまで追い込んだ人たちへの怒りと、そして何よりも、もうこれ以上、隠れて生きていたくないという、強い願いだった。その瞬間、鈴菜は心の奥で誓った。逃げない。今回だけは、母が残してくれた声で、自分が誰なのかを世界に伝えるんだ。だが彼女はまだ知らなかった。このステージで起こる出来事が、自分の人生を根本から変えてしまうということ。昼休み、和田鈴菜はいつものようにカフェテリアの隅の席に一人腰を下ろした。けれどその日はいつも以上に胸にぽっかりと穴が開いたような孤独が押し寄せていた。その時だった。誰かがそっと近づいてくる気配がした。井上ゆりだった。同じクラスで時折言葉を交わす、ほぼ唯一の友達だった。鈴菜、ゆりは少し戸惑いながら声をかけた。本当に出るの？あのステージに。鈴菜は静かにうなずいた。けれど、声は出なかった。すごいね。私だったら絶対できないよ。でも、気をつけて。あの子たち、ちょっとひどいこと言ってたから。鈴菜はかすかに笑った。大丈夫。お母さんも、
昔はよく言われてたって聞いたから。その言葉を口にした瞬間、自分でも少し驚いた。気づかぬうちに、母を思い出すとき、悲しみよりも別の感情が勝るようになっていたのだ。その日の午後、授業が終わると、鈴名はいつもより早く家に帰った。サンフランシスコ郊外の静かな住宅街にある、古い2階建ての家。玄関を開けると、台所から祖母の声が聞こえた。鈴名、今日は早かったね。祖母、美智子はいつもと変わらぬ優しい笑顔で迎えてくれた。でも、鈴名の顔を見た瞬間、その表情に一瞬だけ不安の色が走った。どうしたの？何かあった。鈴名はリュックを下ろし、静かに祖母の前に座った。おばあちゃん、私、やっぱり無理かもしれない。その言葉に、美智子はそっと彼女の手を握った。なぜ？そう思うの？みんな、私が歌うなんて、信じてない。笑ってるの？からかってるの？美智子は黙って鈴名を見つめ、ゆっくりと立ち上がった。ちょっと待っててね。数分後、彼女が手にして戻ってきたのは、小さな木の箱だった。鈴名はその箱を見たことがなかった。そっと開けられたその中には、かすかに淡いピンク色がかったシルクのスカーフが丁寧に畳まれていた。これね、お母さんが最後のステージで首に巻いていたスカーフだよ。美智子の声が少しだけ震えていた。ずっと閉まったままだったのね。そして、ゆっくりとスカーフを広げながら、話を続けた。鈴名、お母さんも最初は、とても怖がっていたよ。人前で歌うなんて、どれだけ勇気がいることか。でもね、このスカーフを巻くと、不思議と心が強くなれたんだって。鈴名の目元が熱くなった。おばあちゃん、私、ちゃんと歌えるかな。その問いかけに、美智子は彼女の両手をしっかりと握り返していった。鈴名、あなたはお母さんと同じ声を持っているの。それに、お母さんよりも、ずっと強い心を持ってるよ。その言葉は、鈴名の心の奥深くまで染み込んだ。お母さんはいつも言っていた。歌は心を乗せる器。だって、だから、心から歌えば、きっとみんなに届く。そう言って、祖母はそのスカーフを鈴名の手にそっと渡した。明日ステージに立つとき、もし、あなたがそう思えるなら、これを巻いていきなさい。お母さんも、きっと一緒にいるから。その夜、鈴名は部屋の鏡の前で、スカーフを首に巻いてみた。不思議なほど、心が静かになっていくのを感じた。そして、生まれて初めて、イヤホンをつけずに、声に出して母の歌を歌った。窓を大きく開けて、夜空に向かって歌ったその歌声は、震えていたけれど、真実だった。それこそが、彼女の最初の本当の歌。だった。だが、彼女はまだ知らなかった。翌日のリハーサルで待ち受ける、さらなる試練のことを、放課後の講堂には、妙に冷たい空気が流れていた。リハーサルのために集まった生徒たちのざわめきが、広い空間を満たしていた。舞台の照明はすでに灯っていたが、その光はどこか冷たかった。講堂の後方、鈴名はその光景を見つめ、ゆっくりと深呼吸をした。バッグの中には、祖母から手渡された母のスカーフが入っていた。今日だけ、乗り越えればいい。今日だけ、そう自分に言い聞かせながら、彼女はゆっくりと講堂の前方へと歩いていった。その時だった。舞台前にいた校長、ロバート・ヘンダーソンが彼女を見つけた。お、スペシャルオープニングシンガーのご到着だ。その声には、どこか皮肉とも取れる不思議なニュアンスが含まれていた。一見、親切そうなその言葉の裏に、何か別の意図が見え隠れしていた。周囲にいた数人の生徒たちが、クスクスと笑いながら鈴名を見つめていた。その視線が、背中に突き刺さるように痛かった。さあ、和田鈴名さん、ステージに上がってもらおうか。校長が手で促すように言った。鈴名はバッグからスカーフを取り出し、静かに首に巻いた。その瞬間、祖母の言葉が頭に浮かんだ。あなたは、お母さんよりも強い心を持ってるよ。ゆっくりと、一歩一歩、ステージへと上がる彼女の足音が、広い講堂に静かに響いた。ステージへと進む和田鈴名の足音が、講堂に静かに響いた。誰も話さないその空間では、靴音さえも異様に大きく聞こえた。舞台の中央に立つと、眩しい照明が鈴名を照らした。観客席から注がれる無数の視線を肌で感じた。けれど不思議なことに、心はとても静かだった。では、聞かせてもらいましょうか。腕を組んだまま、校長、ヘンダーソンが言った。少し、待ってください。鈴名が小さな声で問いかけた。伴奏は、ないんでしょうか。その時、校長の口元がわずかに歪んだ。ああ、すまなかったね。リハーサルでは無伴奏の方がいいと思ってね。声だけで、どれほどの実力があるかを確認するために、その瞬間、鈴名の心臓がドンと落ちるような感覚に襲われた。
こんな展開は、全く予想していなかった。無伴奏で一人、歌うなんて、講堂の奥の方、井上ゆりが不安そうな顔でこちらを見守っているのが目に入った。彼女は小さくうなずき、優しい視線を鈴菜に送ってくれた。その小さな、応援が、鈴菜にとっては何よりも大きな力になった。わかりました。鈴菜は目を閉じ、深く深く息を吸い込んだ。首に巻いた母のスカーフが、ほんの少し風に揺れた。その瞬間、彼女ははっきりと確信した。この歌は、誰かのために歌うものじゃない。お母さんのため、そして自分自身のために歌うんだ。鈴菜が口を開くと、最初の一小節が静かに流れ出した。その声は、軽やかで、透明だった。講堂の空気を裂くように、静かに、けれど確かに広がっていった。最初は緊張で震えていた。けれど、歌ううちに徐々に安定を取り戻していく。みゆきがよく歌っていた。あの思い出のメロディー。鈴菜は、その旋律に自分のすべてを乗せて届けていた。歌が進むにつれ、講堂の空気が少しずつ変わっていった。はじめ、クスクスと笑っていた生徒たちも、徐々に静かになっていく。鈴菜の声には、何か特別なものが宿っていたのだ。それは、真心だった。やがて、歌が終わると、場内にはしばらく沈黙が流れた。校長は驚きと動揺を隠すように、少しこわばった顔で言った。悪くはなかった。だが、ステージ本番はまた別の話だ。観客の前でどうなるか、そこが本番だよ。その言葉に、生徒たちのざわめきがまた戻ってきた。けれど、鈴菜はもう揺らがなかった。自分が今歌ったものが、どれほど、本物、だったか、彼女自身が一番よく知っていた。ステージから降りながら、鈴菜は小さく微笑んだ。鈴菜、すごかったよ。本当に鳥肌立った。ゆりが駆け寄って、耳元でそっと囁いた。ありがとう。ゆり。その夜、家に戻った鈴菜は、祖母にリハーサルでの出来事を話した。よく頑張ったね、鈴菜。美智子は鈴菜の髪を優しく撫でながら言った。明日は、もっとたくさんの人が、あなたの、本当の声、を聞くことになるんだよ。その夜、鈴菜はもう一度、窓を開けて歌った。今度は、もっと自信を持って、もっと堂々と、風がその歌をどこか遠くへ運んでくれるように感じた。でも、彼女はまだ知らなかった。明日の、本番。で、まさに奇跡と呼ぶべき出来事が待ち受けているということ。本番当日の朝、なぜだか、家の中はいつも以上に静かだった。鈴菜は午前5時には目を覚まし、ベッドに横たわったまま天井を見つめていた。窓の外からは、柔らかな夜明けの光がゆっくりと差し込んでいた。ついに、今日だ。鏡の前に立った鈴菜は、自分の姿にほんの少し驚いた。目つきが変わっていた。数日前までは、不安や恐怖だけが満ちていたその瞳に、今は全く違うものが宿っていた。それは、決意、だったのかもしれない。あるいは、勇気、だったのかもしれない。朝食のテーブルには、祖母がいつもより多くの料理を用意してくれていた。たくさん食べなさいね、鈴菜。今日はいっぱい力を使うからね。その声はいつも通り穏やかだった。でも鈴菜は、彼女の指先が少し震えているのを見逃さなかった。おばあちゃんも、緊張してるの、当たり前でしょう。うちの孫がステージに立つんだもの。そう言って、祖母はそっと笑い、彼女の手を優しく包み込んだ。でもね、鈴菜、今日は、ただ、心のままに歌いなさい。歌ってね、心から生まれるものなのよ。その言葉に、鈴菜は深くうなずいた。胸の奥が、ぽっと温かくなった気がした。学校に到着した鈴菜を迎えたのは、これまでとまるで違う空気だった。廊下のあちこちには、春のタレントショーのポスターが貼られており、生徒たちはどこか興味深そうな視線で、彼女をちらちらと見ていた。中には、まだからかうような表情をする子もいた。けれど、以前のような露骨な悪意は、もうそこにはなかった。リハーサルでの、彼女の声の噂が、少しずつ広がり始めていたのだった。昨日のリハーサル、あの子めちゃくちゃうまかったらしいよ。ええ。たまたまじゃないの。たまたま一回だけうまくいっただけでしょ。でもさ、校長の顔が微妙だったって話もあるんだよね。講堂へ向かう廊下のあちこちで、そんな囁きが飛び交っていた。和田鈴菜はそれを耳にしながらも、驚くほど落ち着いた足取りで教室へと向かっていた。以前の自分だったら、縮こまって逃げ出したかもしれない。でも今日は違った。胸の奥に、静かだけど確かな火が灯っていた。午後になると、講堂は発表会の準備で賑わい始めた。ステージには華やかな照明が設置され、観客席には生徒たちや保護者たちが少しずつ座り始めていた。鈴菜は、舞台裏の小さな控え室で最後の準備をしていた。
鏡の前で、母のスカーフをそっと首に巻く。その手は、まだわずかに震えていた。緊張は、完全には消えていなかった。大丈夫、お母さんが、一緒にいる。そう心でつぶやいた瞬間、控え室の扉が静かに開いた。入ってきたのは、校長、ロバート、ヘンダーソンだった。おや、お待ちかねの特別なシンガーが、準備中かな。その声には、やはり冷たさが滲んでいた。今日は素晴らしいステージになりそうだ。全校生徒が楽しみにしているよ。校長は鈴名に一歩近づき、さらに続けた。もちろん、期待と現実が必ずしも一致するとは限らないけどね。ステージは練習室とは全く別の場所だから。鈴名は鏡の中の自分の目を見つめた。そして、不思議なことが起きた。その校長の言葉が、もう自分を傷つけることはなかった。大丈夫です。鈴名は振り返り、まっすぐに言った。今日は、私の物語を歌います。それだけで、十分です。校長は少しだけ戸惑った顔をしたが、すぐに皮肉めいた笑みを浮かべて出て行った。控え室が静寂に包まれると、鈴名は深く息を吸い込んだ。その時、講堂の外から司会の声が聞こえてきた。レディース、ジェントルマン、本日の発表会のトップバッターをご紹介します。本番まで、いよいよ数分。鈴名はスカーフの端をそっと撫でながら、心の中で母に語りかけた。お母さん、今行くね。お母さんが残してくれた。この声で、私の物語を届けるよ。すると、控え室の扉がそっと開き、顔を覗かせたのは、井上ゆりだった。鈴名、頑張って。その小さな声には、心からの祈りが込められていた。鈴名は微笑み、静かにうなずいた。それでは、和田鈴名さんのステージです。司会の声とともに、カーテンがゆっくりと開いていった。鈴名はもう一度深く呼吸をしてから、ステージ中央へと歩き出した。その足取りには、もう、恐れ、ではなく、自分の物語を世界に届けたいという、強くて静かな願いが込められていた。だが彼女は、まだ知らなかった。この瞬間から始まる出来事が、どれほど、特別、な意味を持つのかを。まばゆい照明が彼女を照らすと同時に、会場に集まった何百もの視線が一斉に彼女に注がれた。生徒たち、先生たち、そして保護者たち、ステージに立つ小さな一人の少女に全員の目が集まっていた。最初の数秒間はまさにめまいがするようだった。膝が震え、心臓が破裂しそうなほど高鳴っていた。本当に、あの子が歌うの。初ステージにしては、ちょっと、そんな囁きが客席のあちこちから漏れ聞こえてきた。だがその時、客席の端に、祖母、美智子の姿が見えた。両手を胸の前で組み、静かに微笑んで、鈴名を見つめていた。その眼差しだけで、十分だった。お母さんも、きっと見てくれてる。おばあちゃんも、応援してくれてる。マイクの前に立つと、スカーフが照明を受けて、柔らかく輝いた。その瞬間、不思議な変化が彼女の中で起こった。一切の視線も、音も、もう気にならなかった。頭の中を満たしていたのは、ただ一つ。この歌は、私とお母さんの物語。鈴名は静かに目を閉じ、深く息を吸い込んだ。そして、口を開いた。最初の一節が響いたその瞬間、講堂の空気がガラリと変わった。透き通るような声が、ステージを越えて、会場の隅々にまで広がっていく。最初は、恐る恐る、柔らかく、けれど、歌うにつれて、その声には力が宿っていった。それは、単なる歌ではなかった。鈴名の声には、7年間、心の奥に抱えていた、恋しさ、が詰まっていた。鈴名の声には、母への愛、祖母への感謝、そして、彼女を傷つけてきた人たちに、本当の自分、を見せたいという思いが、すべて込められていた。歌が進むにつれて、講堂の中で不思議な変化が起き始めた。最初にクスクス笑っていた数人の生徒たちが、次第に黙り込んでいった。中には、口をポカンと開けたまま、鈴名を見つめている子もいた。アシュリーとその取り巻きたちでさえ、もう嘲笑の表情を浮かべてはいなかった。気づかぬうちに、鈴名の歌に引き込まれていたのだ。校長、ヘンダーソンはステージ脇で、明らかに動揺した表情を浮かべていた。全く予想していなかった展開だった。けれど、誰よりも驚いていたのは、鈴名自身だった。歌いながら、彼女ははっきりと感じていた。これが、自分が生まれてきた理由なんだ。母から受け継いだこの声で、人の心を動かす。それこそが、私の使命。歌がクライマックスに差し掛かると、鈴名の声にも一層深みが増した。彼女は目を開け、客席の一人一人と目を合わせながら、まっすぐに自分の物語を届けていた。祖母、美智子は、すでに涙を流していた。
両手で口元を押さえ、こみ上げる感情を懸命に抑えていた。井上由里は、最前列で両拳をぎゅっと握りしめていた。友のまばゆいほどの変化に、胸が熱くなっていた。そして、いつも鈴名を無視していた教師たちまでもが、驚きの眼差しでステージを見つめていた。そして、最後の高音がホールいっぱいに響き渡ったとき、講堂全体が、息を飲んだような静寂に包まれた。数秒間、誰一人として息をする音さえ立てなかった。マイクの前に立つ鈴名は、静かに立ち尽くしていた。胸は激しく鼓動していたけれど、心は不思議なほど落ち着いていた。やりきった。本当に、やりきったんだ。その時だった。客席の後方から、一人の拍手が響いた。それは、まるで合図のように波紋を広げ、次の瞬間、行動中に嵐のような拍手が巻き起こった。ブラボー、すごい。鳥肌立った。どこかから歓声も上がり、空気が一気に熱を帯びた。祖母は席を立ち、全身で拍手を送り、ゆりは涙を流しながら大声で叫んだ。鈴名、最高だったよ。その瞬間、鈴名もずっと答えていた涙を流した。それは、喜びの涙だった。恐れや孤独を乗り越えた、勝利の涙だった。ステージの上で深く頭を下げる鈴名に、拍手は鳴りやまなかった。その日、講堂にいたすべての人が感じていた。今彼らが目撃したのは、単なる学校の発表会ではない。一人の少女の、勇気ある、変化、の瞬間だったのだ。だが、これはまだ、鈴名の、始まり、に過ぎなかった。ステージを降りた鈴名の足は、まだわずかに震えていた。まるで、夢を見ていたかのようだった。ほんの数分前まで浴びていた。あの熱い拍手と歓声。あれは本当に現実だったのだろうか。控え室に戻ると、ゆりが駆け寄り、鈴名をぎゅっと抱きしめた。鈴名、信じられない。本当にすごかったよ。ゆりの目には、まだ涙が浮かんでいた。私、本当にやったのかな。鈴名は、まだ現実をつかみきれない表情で聞いた。やったなんてもんじゃない。完全にスターだったよ。みんな、口が開いたままだったんだから。その時、控え室の扉が開き、何人もの人たちが入ってきた。教師たち、保護者たち、そして、普段は鈴名と話すことのなかったクラスメイトたちまで。本当に素敵なステージだったわ。どうしてそんなに歌がうまいの？次々に飛び交う称賛と祝福に、鈴名はただただ戸惑っていた。こんなにも注目されたことなんて、今まで一度もなかった。でも、その時、鈴名が最も会いたかった人が、ゆっくりと現れた。祖母、美智子だった。鈴名、目を潤ませながら、鈴名を見つめていた。周囲の人々が自然と道を開けると、祖母は鈴名のもとへ歩み寄り、そっと、強く抱きしめた。よく頑張ったね、鈴名。本当に、よくやったよ。その腕の中で、鈴名は初めて、心からの、安心、を感じた。すべての緊張がふっと溶け、頬を伝って涙が再びこぼれ落ちた。おばあちゃん、お母さん、見てくれてたかな。もちろん、お母さんも、すっごく誇らしく思ってるはずよ。その夜、自宅に戻った鈴名はスマートフォンを開いて、驚愕した。誰かが撮影したステージの動画が、すでに学校のオンライン掲示板にアップされていたのだ。そして、コメント欄はすでに大変なことになっていた。本当に、この子、うちの学校の生徒なの。感動した。まるで天使の声みたい。鈴名のステージ動画には、そんなコメントが次々と書き込まれていた。中には、他校の生徒たちのコメントも混ざっていた。映像は、今、広がり始めていた。だが、鈴名にとって本当に大切だったのは、コメントの数ではなかった。その夜、静かな部屋の中で、母のスカーフを丁寧に畳みながら、彼女は心の中で母に語りかけた。お母さん、今日、やり遂げたよ。お母さんが残してくれたこの声で、ちゃんと私の物語を伝えたよ。その夜の空気は、不思議なほど穏やかだった。心の奥から、温かな静けさが広がっていた。翌朝、学校はまるで別の世界のように変わっていた。廊下を歩く鈴名に、生徒たちが笑顔で声をかけてくる。昨日のステージ、本当に感動したよ。また歌ってね。普段は彼女を無視していたアシュリーやそのグループですら、気まずそうに軽く頭を下げて通り過ぎた。もう、誰も以前のように鈴名を見下すことはできなかった。最も劇的な変化が起きたのは、校長室だった。和田鈴名さん、本当に、見事なパフォーマンスでした。ヘンダーソン校長は、ぎこちない笑みを浮かべながらそう言った。教育委員会からも連絡が来ましてね。学校に眠る原石を発掘した。と、称賛していましたよ。鈴名は、静かに、けれど堂々と答えた。ありがとうございます。でも、私はただ、自分の物語を歌にしただけです。
校長は少し驚いたような表情を見せたが、すぐに作り笑いを浮かべてうなずいた。その日の午後、音楽の授業で、先生が声をかけてきた。鈴名さん、来週行われる地域のユース音楽フェスティバルに、うちの学校の代表として出場してみない？思わず、心臓がドキッと音を立てた。本当に、昨日のステージを見た主催者側から、直接オファーがあったの。あなたにしかできない、特別なステージを見たい。で、家に帰ってその話を伝えると、祖母の顔に満面の笑みが広がった。本当に、鈴名が、信じられないわ。美智子は、彼女の手をぎゅっと握っていった。あなたの声はね、もっともっと多くの人に届くべきなんだよ。それが、お母さんの夢でもあったんだから。その夜、鈴名は、母のノートをもう一度開いた。ページを一枚一枚めくりながら、母が残した言葉に目を通す。歌は、心を乗せる器。本気で歌えば、きっと人の心に届く。鈴名は、微笑んだ。お母さん、やっと、少しだけ分かった気がする。どうして、歌がこんなに大切なのか。窓を開けると、涼しい夜風が頬を撫でた。その風に乗せるように、彼女は小さな声で歌い出した。もう、隠れる必要なんてなかった。その声は、夜空を越えて、どこまでも広がっていくようだった。そして鈴名は、新たな夢を描き始めていた。でも、彼女の前には、さらに大きな舞台が待ち受けていた。その夜、さらなる奇跡が起きた。学校のオンライン掲示板にアップされた鈴名のステージ動画が、ついに地域を越えて、全米へと広がり始めたのだ。日系アメリカ人高校生の魂の歌声。たった一人の勇気が巻き起こした奇跡の瞬間。再生数は、時間が経つごとに加速度的に跳ね上がっていった。翌日から、鈴名の生活は一変した。学校の門の前には、複数の記者たちが待ち構えており、教室の机の上には、全米各地から届いたファンレターが山のように積まれていた。音楽祭の主催側からは、メインイベントとしてステージを用意してほしいとの申し出まで届いた。ねえ。これ、全部本当に現実なの？井上由里が、信じられないという顔でつぶやいた。でも、鈴名は、どういうわけか、素直に喜ぶことができなかった。心のどこかに、ずっと拭えない不安が残っていた。インタビューや準備に追われた数日間、鈴名は毎日、家に帰るのが遅くなっていた。ある晩、帰宅すると、祖母がソファでうたた寝かしている姿を見つけた。おばあちゃん、起きて。美智子は、驚いたように目を覚ました。あら、鈴名、いつ帰ったの？今、ちょうど、どうしてこんなところで寝てたの？なんでもないよ。ちょっと、疲れちゃっただけ。でも、祖母の顔は、いつもよりもずっと疲れて見えた。胸の奥に、ふっと不安の影が差した。でも、音楽祭の準備があまりにも忙しくて、深く考える余裕がなかった。次の日も、その次の日も、同じように時間は過ぎていった。取材、リハーサル、そして無数の準備。鈴名は目まぐるしい毎日を走り続けた。そんな中で、ゆりがある日、そっと声をかけてきた。鈴名、おばあちゃん、大丈夫？昨日、学校の廊下でお見かけしたけど、ちょっと、何かあったの？いや、ただ、ちょっと元気なさそうに見えただけ。鈴名の胸が、キュッと音を立てるように締め付けられた。けれどその日も、音楽祭の最終リハーサルがあり、彼女はそのまま学校を飛び出すしかなかった。後で、おばあちゃんに聞こう。そう思っていた。あの日の午後。でも、その、後で、訪れなかった。音楽祭の2日前の夜、リハーサルを終えた鈴名が帰宅すると、家の中は静まり返っていた。いつもなら、キッチンの明かりと共に迎えてくれる祖母の姿が、どこにもなかった。不安を抱えたまま階段を上がると、寝室のベッドに、祖母が横たわっていた。顔は青白く、呼吸は荒い。おばあちゃん、駆け寄った鈴名の声に、美智子はうっすらと目を開けた。鈴名、ごめんね。その声は、あまりにも弱々しかった。鈴名はすぐに救急車を呼んだ。病院の救急処置室で待っている間、彼女の頭は真っ白だった。私、忙しさにかまけて、おばあちゃんの異変に気づかなかった。インタビューや準備、注目を浴びることにばかり気を取られて、本当に一番大切な人を、ちゃんと見ていなかった。後悔の涙が、頬を伝った。しばらくして、担当医が姿を見せた。脱水とストレスによる一時的な体力低下です。数日休養すれば、問題ないでしょう。大事には至らなかった。けれど、鈴名の胸の重さは変わらなかった。点滴を受けて眠る祖母の顔を見つめながら、鈴名はすべてが虚しく感じられた。その時だった。祖母が目を開け、静かに口を開いた。鈴名、おばあちゃん、
君に言ってなかったことがあるの。ええ、お母さんのことよ。本当の話。祖母の目元に涙が浮かんでいた。その言葉に、鈴名は祖母の手をぎゅっと握った。大切な何かが始まる予感がしていた。そして、それは的中した。祖母は目を閉じて、ゆっくりと語り始めた。鈴名、君は、お母さんがなぜ歌をやめたのか、本当の理由を知ってる。鈴名は、そっと首を振った。成功しなかったから、諦めたんだって、そう思ってた。違うの。お母さんには、本当に人を泣かせるほどの声があったの。まるで君のように、祖母の声が、わずかに震えた。でもね、夢に近づけば近づくほど、求められるのは、音楽、じゃなかった。話題性、センセーショナルなストーリー。そんなものばかりだった。鈴名は、息を飲んだ。ある時、あるプロデューサーが、お母さんにこう言ったの。偽りのスキャンダルを作りましょう。話題になればアルバムも売れる。で、それで、お母さんは、即座に断ったわ。そんなことで成功したくないって。そしてその瞬間から、すべてのオファーが消えたの。祖母は、涙を拭いながら続けた。でも、お母さんは言っていたの。もし自分の娘が歌を歌う日が来るなら、本当の音楽で、人の心を動かすような歌い手になってほしい。で、鈴名の胸が、締め付けられるようにいたんだ。でも、鈴名、おばあちゃん、怖かった。君まで、同じ道を歩いてしまうんじゃないかって。ええ、今も、少しずつ、そんな兆しが見え始めてる。みんなが興味あるのは、君の、音楽、じゃなくて、どれだけかわいそうだったか、どれだけ劇的に変わったか、そんな話ばかり。鈴名は、数日前のインタビューを思い出した。記者たちは、歌の話よりも、いじめられていた少女がスターになった、というストーリーにばかり飛びついていた。私の、声、じゃなく、物語、だけを求められていた。鈴名、音楽祭、でなくていい。君が本当に、伝えたいもの、が見つかるまで、少し立ち止まってもいいのよ。その言葉に、鈴名は戸惑った。みんなが期待している舞台を、ここで放棄するの。でも、私の歌で、勇気をもらったって言ってくれる人もいたよ。それは事実。でもね、鈴名、自分が傷つきながら歌うべきかどうか、それを考えてごらん。その夜、鈴名は一睡もできなかった。音楽祭は、あさってに迫っていた。今更辞退するには、あまりにも遅い。でも、祖母の言葉を無視することもできなかった。翌朝、ゆりが鈴名を訪ねてきた。おばあちゃん、大丈夫？だいぶ良くなったよ。でも、鈴名、顔がちょっと暗いよ。何かあった。鈴名は少し躊躇した後、祖母が語ってくれた、母の真実をゆりに打ち明けた。ゆりはしばらく考えてから、静かに言った。鈴名、じゃあさ、あなたが、歌う理由って何？ええ、最初にステージに立った時、何を思ってたの？鈴名は、あの瞬間を思い出した。お母さんとの約束、もう隠れたりしない。お母さんと私の物語を伝えたい。そう思っていた。それなら、それをやればいいんじゃない。他の人が何を求めてても、関係ないよ。その瞬間、鈴名ははっきりと気づいた。私はいつの間にか、人の期待に応えるために、歌おうとしていたんだ。自分はいつから、人の期待に応えようとばかりしていたのだろう。その夜、鈴名はもう一度、病室の祖母を訪ねた。おばあちゃん、私、やっぱり音楽祭に出たい。祖母は心配そうに鈴名を見つめたが、彼女は続けた。でも、おばあちゃんが言ってた通りにする。私の、本当の物語を、私の歌で伝えるよ。美智子は、鈴名の手をしっかりと握った。お母さんみたいに、揺るがない覚悟なのね。お母さんが果たせなかった、本物の音楽を、私が最後までやり遂げる。祖母は、静かに笑った。そして、小さな箱を取り出した。これも持って行きなさい。箱の中には、小さなペンダントが入っていた。お母さんのよ。最後のステージでも、スカーフと一緒に身につけていたもの。鈴名は、そのペンダントをそっと手に取り、心の中で強く誓った。明日、本当に、自分の物語を、世界に伝える。音楽祭当日、会場には、想像をはるかに超える数の人々が集まっていた。鈴名の動画を見た人たち、地域の住民たち、遠方から駆けつけた観客たち、みんなが、彼女のステージを待っていた。舞台裏、鈴名は母のスカーフを首に巻き、ペンダントをそっと握りしめ、心を整えていた。大丈夫、鈴名、君の物語を伝えるだけでいい。そう自分に言い聞かせ、彼女は静かに舞台の方を見つめた。その時、後ろから声がした。鈴名、振り返ると、そこには祖母がいた。
まだ完全には回復していないはずの祖母が、それでも、この場に来ていた。どうして、うちの孫の、本当のステージ、を、見逃すわけにはいかないでしょう。祖母は、鈴名をしっかりと抱きしめた。忘れないで、今日は、誰かのためじゃなくて、君自身、のためのステージを、お母さんと、君と、家族の物語を、届けて、それでは、特別ステージです。和田鈴名さんをお迎えします。司会の声が響く。鈴名は深く息を吸い、舞台へと歩き出した。でも、今回は違っていた。震えではなく、確信があった。マイクの前に立ち、彼女はゆっくりと客席を見渡した。こんにちは、和田鈴名です。その声は、凛としていて、堂々としていた。今日、皆さんに聞いていただきたいのは、私が7年間、一人きりで歌ってきた歌です。お母さんと私をつないでくれた、大切な歌です。会場が静まり返った。誰もが、その言葉に耳を傾けていた。この歌には、恋しさ、が詰まっています。でも、もっと大切なのは、諦めない勇気、が込められていることです。鈴名は静かに目を閉じ、最初の一節を歌い始めた。その歌は、今までとは違っていた。もっと深く、もっとまっすぐで、もっと真実だった。技巧よりも、心、完璧さよりも、誠実さ。その声は、まるで心の奥から湧き出る泉のようだった。歌が進むにつれて、観客の表情も変わっていった。はじめは好奇の目で見ていた人々が、やがて真剣な表情に変わり、中には、静かに涙を流す人もいた。祖母は、客席で両手を胸に当て、涙ぐみながら見守っていた。鈴名は歌いながら、はっきりと感じていた。これこそが、自分が求めていた瞬間なんだ。華やかな照明でも、拍手でもない、心からの思い。が、人の心に届いた。この瞬間こそが、最後の一節が終わると、場内には、しばしの静寂が流れた。そして次の瞬間、湧き上がった拍手は、今までと全く違う。意味、を持っていた。感動から生まれた、心からの拍手。鈴名は、マイクをそっと握り、最後にこう語った。私はこれからも、ずっと歌い続けます。完璧じゃなくても、名前が売れなくても、心を込めて、歌い続けます。それが、お母さんが私に残してくれた、本当の贈り物。だから、その日から、鈴名の人生はまた静かに変わり始めた。でも、今回は、騒がしい注目、ではなく、本物の音楽、を求める人たちが、彼女を見つけ出してくれた。鈴名は、そんな人々と共に、本当に心に響く音楽を、一つずつ、丁寧に作り始めた。数ヶ月後、祖母と一緒に、母のノートを整理しながら、鈴名がつぶやいた。おばあちゃん、やっとわかったよ。お母さんが本当に欲しかったもの、それは何だったの？人と、本当の意味で、音楽、でつながること、ただ有名になることじゃなくて、祖母は、静かに微笑み、うなずいた。きっと、お母さん、今、どれだけ誇らしく思っているかしらね。その夜、鈴名は窓を開け、新しい歌を口ずさんだ。今度は、堂々と、世界に向けて歌っていた。その声は夜空を越えて、遠く、たくさんの人々の心へと、静かに届いていった。鈴名は、もう知っていた。本当の歌手になる。ということは、有名になることではない。自分の心で、誰かの心を動かすこと。そしてその旅は、今、やっと、本当の意味で始まったばかりだった。